資生堂パーラーでランチをしました。写真家の十文字美心さんと資生堂のメイクアーティストでメイキャップスクール校長もされた富川栄さんというのも、資生堂ギャラリーで空想の空静寂を叩くと題された十文字さんのインスタレーションが開催されているからです。丸山応挙とその一門が描いた大乗寺の襖絵が取り下ろされています。レセプションの時には高野山真言宗の総本山金剛無寺の前座主喝采講義芸家と現在の座主で大乗寺の御門跡でもあられる長谷部新道大僧正、それに文化庁長官のお姿もありました。十文字さんは揺れる眼差しの写真家です。日本の美を探求し続け、実像の奥に潜む目には見えないもの、それを引き出し映し出すのが写真家の使命と教えてくださいました。今回は資生堂パーラーでのお食事に着ていった服をご紹介させていただきます。我が家では息子がコロナにかかって大騒動でした。私は番組が9年目に突入した今夜は謎トレのナレーションを担当しているので気が気ではありませんでした。その間に私は65歳の誕生日を迎え、自分への贈り物とでも言いましょうか、帯をほどいて洋服に仕立てていました。日本が誇る織物ほど美しく素晴らしい布が他にあるでしょうか。それを見直さない手はありません。今回は唐錦の袋帯を用いました。元は中国の唐時代に発展した織物技術ですが、日本に伝来して独自の技術と美意識によって極められました。豪華な文様を表現するために金糸や銀糸も使用して色糸を複雑に織り合わせて作られます。その結果、模様が立体的に現れる独特の質感と輝きが特徴です。主に能装束や婚礼衣装、神仏への敬いの品など格式の高いシーンに多く見受けます。この技術は伝統として現代にも受け継がれて、美術工芸品としても重んじられています。和服はマスラオを立派に、タオヤメを麗人に見せます。けれども特別な機会がない限り身にまとうことはありません。日本人は明治の文明開化で脱ぎ捨ててしまったんですね。それでもご実家のタンスにご祖父母や父母様のお着物が眠っていませんか？昔は衣類も大切に受け継がれていくものだったのですね。今のように何でも使い捨てで経済を回す時代ではなかったのですね。物だけではなく精神においても大事に生み育むことに重きが置かれていたのですね。だからこそ手の込んだ細工や着想がかなった作品が誕生できたのですね。私は古い品が大好きなんですね。今の時代にはない失われた息遣い、息吹を感じます。資本の規模は小さかったのに今より豊かなんですね。だからといって縄文時代のおおらかな造形まで遡る必要はありませんね。自国の誇りを保ちつつ世界と融合することを目指せたらと思うのです。明治の和装離れの話をしましたが、黒船に脅かされて開国した明治政府のスローガンは尊王攘夷でした。けれども明治を主導したリーダーたちは外敵を排除しませんでした。むしろイギリスに染まりきったのです。そして現在は私には維新の再来に思われるのです。明治期の欧米列強は現在では
グローバル化してさらに力を増しています。それを前にして日本は秘策を見出せず、外資に飲み込まれて久しい現今です。2003年、当時の小泉純一郎総理は観光立国を提唱しました。現在もこの政策は進んでいますが、国民はますます貧しくなって海外向けセールが行われています。観光立国とは途上国経済の姿なのです。この袋帯は6通柄です。帯の6割に柄が施された帯のことです。手先の60センチほどにも柄が織られているので、上着を作って生かしました。袖や表地の足りない部分は帯の地色に似たシルクシャンタンで補いました。シルクシャンタンはしっかりしていて厚みがあります。節が味わいとなるのですが、今回は滑らかな方がいいと思い裏使いにしました。また今回はダーツをどこにも入れず直線に仕上げました。針は途中からビーズ用の極細に変えました。長くて細くしなりますが丈夫で折れません。細いので唐錦の重厚な織りに刺さりやすいんです。糸は綿の硬い糸が丈夫で1本で縫えるので、最近はこれ一辺倒です。それも白と黒を用意しておいてどちらかを使います。2択で済ませています。糸を2本にするともつれて絡まるので1本取りで縫います。自分で手縫いするとお財布に優しいです。その点ではファストファッションと同じですが、定調、愛着といった面ではかけ離れますね。大量生産、大量販売を前提に頻繁に商品を入れ替えることで消費者を呼び込むために、低賃金の労働力がかなうアジア、世界の縫製工場と呼ばれるバングラディシュなどでは、地球環境においても人権においても大きな問題を抱えています。おしゃれすることは文化の体現です。だから根なし草のコスモポリタンであってはならないと、一針一針に思いを込めて縫い上げました。